はい、皆さんこんにちは、マミです。今日は何について話そうかなと思いながら、オーストラリアで今看護師として働いて9年目になるので、そう看護師としてどういうふうに働いてるのかとか、勤務形態とか、あといいところ悪いところ、そういうの全般に私が、8年間ここで働いてきて感じたことをちょっとメリットデメリットその他もろもろで分けてちょっとお話ししていきたいと思います。それではどうぞ。はい、それではねお話ししていきたいと思います。せっかく12月に撮ってるのでクリスマスツリーがねあるので、クリスマスツリーをバックにお話ししていきたいと思います。あとちょっと白髪がねだいぶ目立ってきたんですよね。今まで白髪染めやめて9ヶ月ぐらい、ちょっと今移行期なんでちょっとあまり見た目良くないと思いますけど、私はそんなに気にしてないのでそのままでいきたいと思います。それでは、メリット1つ目、残業がない。本当に残業しません。よっぽど忙しくってお願いされてちょっと残ってって言われたとしても30分とか1時間とかですね。でそれもサービス残業では絶対ないです。働いた分は必ずお金としても返ってきます。でも残業はしません。みんな定時になったら帰りますし、なんなら定時より前に帰る人もいます。もう今日ご飯食べずに帰るわとか本当はねダメなんですけど、そうやって帰る人もいるし、基本残業なんてものはありません。シフトの自分の勤務帯が終わればみんな速やかに帰っていきます。で2つ目、まず日本あるあるの勤務前に早く行って情報収集しません。これは私も病院で働いたことがないので病院の方がしてるかどうかわからないですけど、基本病院で実習した時も早く来てる人なんていませんでした。みんな定時に来て申し送りで情報を得て、あと必要なことを後から得て、そんな中の30分1時間前に出勤して情報収集、その1時間お金にはならない、そんなことはこちらの人は全くしません。なので早く行くこともなきゃみんな定時に来て定時に帰ります。もうこれ絶対です。これはもう本当にオーストラリアでは当たり前のことです。で次に、私が日本でよくしてたんですけど、その家に持ち帰って仕事をする、もうこれも一切ないです。私もないですね。何かちょっと自分で調べるとかっていうのはやりますけど、その仕事のために何か書類をまとめてとか、そういうの家で勉強会のための資料を作ったりなんてしてましたけど、そういう家で何かをするでも勤務が終わって家に帰ってきたらもう一切仕事のことは私はしません。私の職場の人はしてる人はいないと思います。多分マネージャーとかはね家から働いたりもしてますけど、基本スタッフはそういうことはしません。休みは休み、仕事が終わればもう自分の時間なので家で、仕事をすることはありません。で4つ目、病欠は病欠ですね。これも当たり前なんですけど、病気の人は来ないでっていう感じです。日本って今もそうなんですかね。私の時もそうですけど、風邪ごときで休めない状況、風邪ひいてても咳しててもマスクして仕事をし、ロキソニンを飲みながら熱を下げながらとか、多少のね微熱ぐらいだったらそのロキソニンで下げながらとか、多少喉が痛いぐらいで休みなんて取れなかったんですよね。今はどうですか？私も今の状況は分からないんですけど、多分病院によったら同じだと思うんですけど、こっちは風邪をひいたら来てくれるな文化です。やっぱり他の人にね移す可能性があるので、特に私が働いてる透析センターなんてその免疫力低い患者さんが多いですから、患者さんに移してしまう可能性もあるので、咳をしたり喉が痛い、鼻水が出てるとか、鼻水ぐらいだったら来ますけど、
やっぱりもう風邪症状があるっていう場合は皆さんもきっぱり病欠使います。でそれは責められないです。日本ってもうなんかこれぐらいで休み取ってって絶対言われてたんですよね。だけど、そういうのはないです。病欠は病欠で、みんなは病気なんだから働けないよってもうきっぱり病欠は取ります。でそれに対して別に申し訳ないっていうよりも、その病欠を取って自分が体を休めて次またちゃんと元気になって仕事に来るっていう風習の方がオーストラリアでは当たり前になってますね。私もこれは当たり前だと思うんですけどね、日本でもそうなるべきなってきてたら嬉しいですけど、特にコロナの後ですね、これはもっと強くなりました。もう来てくれるなっていう雰囲気がコロナの後より一層強くなって、もう風邪症状がある場合は速やかに休んでくださいっていうのが基本ルールではあります。でそして多分これが一番大事かな、有給は使いましょうです。5番目、有給は使いましょう。日本って有給があってももうなんかそのまま使えなくて、多分これが普通なのかな、20日間有給が発生して1年で次の年も20日間、発生するので、合計40日で、多分その2年経ったらその有給は消滅するんですよね。だから最高40日。もう使い切ったことあります？ないですよね。こっちの人使い切りますよ。こっちはね、私のところはシフト制で働いてるので、その土曜日も働いたりして朝勤遅番ってあるので、そういう人は1年間に5週間の有給がもらえます。もうみんなバンバン使ってますけどね。5週間一気に休みも取る人もいれば、2週間3週間とか1週間ごとでちょっと取ったりとかってしてる人もいますし、有給はもう使い放題です。使って当たり前ので使う権利があるので、もちろんみんな一緒には無理ですけど、ちゃんとみんなでね気遣い合ってなるべく被らないようにっていうのを決めて、みんな有給は有効に使ってます。これはねそうするべきです。日本で私が働いた時はその有給プラス夏休みっていうのが3日間ありましたね。3日間、これねオーストラリアの人に言ったらみんなえって言われるんですけど、しかもその3日間確か期限があって、多分なんか6月から7月だったかな、6月から9月かなんか7月か9月かその間でしか使えない夏休みがあって、でそれでそれとちょっと有給を使ったとしてもなんか最高取れる休みってなんか1週間とか10日とか、私1回10日ぐらい取ってなんか結構帰ってきた時冷ややかでしたね。そういうやっぱり日本って風習、今もそうですかね。やっぱりなんかそれって本当にね良くないと思うんですよね。やっぱり有給は有給で使うべきだし、使えるような環境であるべきだし、だからやっぱそれをちゃんと使えるようにできてるシステムとして成り立ってるオーストラリアでの働き方はやっぱり私は素晴らしいと思ってます。私も有給取って日本帰ったり旅行行ったり他のところに旅行行ったりとか、誰かがねこっちに日本から遊びに来た時とかに有給取ってとかっていう風にちゃんと自分が取りたいように取らせてもらってます。ついて3つ目は、ミスはするけどそんな責め立てるようなことはしません。で、これも私のその昔の経験からね比べてるので今とはまた違うかもしれないんですけど、私が働いてた10年以上前の病院では例えばミスが起きました。そしたらもうその勤務帯で絶対全員その勤務帯の人が残ってカンファレンスを開かなきゃいけなかったんですね。でなぜそのインシデントが起きたのか、何が原因だったのか、じゃあ次の対策をどうするべきなのか、その対策が出るまで帰れないっていうような感じだったんですよ。で例えば私がインシデントを起こしましたってなったら、もう自分がカンファレンスを開く立場になって、でそういう全部もう自分が思うところ何が原因だったっていうのを
踏まえた上でカンファレンスに参加して、もうみんなの前でこれが足りなかったです、私がこういうことを怠りました、なんでこれからこういうことをしていこうと思いますみたいなのをこう発表する しなきゃいけないような環境だったので、なんかこっち来て最初にびっくりしたのは、なんか例えばインシデントが起きてもなんか そんなに大事ではない、なんか次気をつけようねみたいな先輩から、私も何回かインシデントみたいなのをもちろんしたんですけど、そんなん知らなかったらそれはするよとか、次しなかったらいいのよっていう、そういう感じで基本なんかその人を責めるっていうことはあまりこっちの人はしません。でちゃんと次にしなければ自分でちゃんとその次につなげていけばっていう感じの、放任主義っていう言い方が合ってるのかどうかわからないですけれども、個人の個人でちゃんと次につなげていくっていうのを推奨しているような気がします。でそれが多分次の7に私の思うメリットの7つ目にもつながると思うんですけど、次新人も1年目からちゃんとナースです。こっちは私が働いてる職場のことでしか私は言えないですけど、でも、病院で実習してた時もそうですけど、1年目さんはもう1年目でも完全にナースの一員でした。チームの一員でした。日本での私がいた時の新人さんはもうべったり先輩につかないと、本当にシャドウで先輩がついてないと何もできないような感じでしたけど、あとね、その新人1年目でも職場でまたさらに新人研修でその点滴とかなんかそういうのありましたよね、勉強会とか。そんなんはこっちでは1年目看護大学を卒業したということはナースの知識は全てあるというふうに認識されますので、1年目さんはもう看護師のチームの一員で最初からもフルで働きます。で、知識があると思う。だからもうなんかその注射の技術もう一度とか、そういう研修、院内研修なんてものは多分病院の中でもないと思います。新人さんであってももう看護師ですこっちは。だからそれは責任感とかなんかそういうのがそこでひょっとしたら日本の1年目さんとかとは違ってきてるのかもしれないです。私が思って比べてるだけなので決して日本の新人の1年目さんが全員そうであると私は言ってるわけではないんですけど、私が働いてた時にその感じてた新人に対する教育環境とこっちで感じる新人1年目さんの働き方が、あまりにも私は違ったので、これは大きい違いかなと思います。もう1年目さんはもう看護師としての自分の責任感をすごく私はこっちでは1年目さんには感じました。で8個目でメリット8個目で、これはやっぱりちゃんとスタッフもちゃんと意見を言える環境にあると思います。これは多分文化の違いもあると思います。日本ではなかなかその下の方からの意見が上がりにくいっていうのがやっぱりその特に大きい病院で働いてたらあると思うんですけど、こっちはもう結構その新しく入ってきた職員であろうとその新人の職員であろうと割と自分の意見ははっきりと言いますね。こういうのが不平等だと思ったりとかしたらもう直接マネージャーと話しますし、私もなんかちょっと腑に落ちないって思うようなことがあればもうマネージャーと喋ってちゃんと自分で解決するようにしています。それはやっぱり文化の違いはもちろんあると思うんですけれども、でも働く上では私は大事なことは割とその雇用側ですね、雇用者側雇用されてる側のパワーもこっちは強いっていうのが一つあると思います。泣き寝入りなんかこれ言ったってダメだしっていう
のはないです。だから自分から変えていきやすい、自分からもちゃんと意見をして働きやすい職場に変えていきやすいっていうその可能性はやっぱりこっちにはあると思います。働きながらそういう改革ができるんじゃないかなっていう可能性を秘めてるのはやっぱり大きいかなって思います。で、9個目、メリットの9個目、あれですね、ちゃんとお金で反映されます。給料形態、看護師はいい方だと思います。オーストラリアの中でも、日本でもねいい方だとは思うんですけれども、オーストラリアでも看護師っていう職業は割といいお給料をいただいていると思います。でさらに、こっちで働いてていいなと思うのは、土曜日と、日曜日と祝日と働くと給料が跳ね上がります。だから私も、勤務表が2週間に1回で出るんですけど、2週間ごとの勤務表なんですけど、その2週間で必ず1回は土曜日の勤務を入れてますし、祝日はほぼほぼ確実に私はシフトに入れてもらってます。そう、だから、看護師、こっちの看護師は時給制なので、年俸制ではないんですよ、時給制なので、例えば土曜日働いたとしたら 1.5 倍なんですよね。なので基本の時給が例えば50ドル、オーストラリアドルの50ドルとしたら、それの 1.5 倍になるので75ドルになります。なので75ドル7500円ですね。だから時給が土曜日働くだけで。で日曜日は基本私たちは働かなくって、日曜日はもうクリニック自体が休みなんですけど、透析センター自体がだけど週に、1年に1回だけ開ける時があります。それがクリスマスの週ですね。クリスマスは絶対に閉めます。何曜日であろうと、もうクリスマス命なので。クリスマスにね働きたい人なんていないし、透析に来たい患者さんなんてもちろんいないので、その週は、日曜日をそのクリスマスに閉める代わりに日曜日を開けます。でそうなると日曜日手当が入るので、それがね 1.75 倍なので、時給が 87.5 ですね。だから8700円ぐらいか、8750円ぐらいの時給に日曜日働くと跳ね上がります。で祝日もこれが最高で、2.5 倍になります。だから50ドルの時給で祝日働けば、その日は、時給が150ドルに跳ね上がります。150ですよ。15,000円、時給15,000円。それがね7時間半とか働いたらって考えたら、祝日は取り合いです。でやっぱりそういう手当が大きいっていうのも一つやっぱりこっちでオーストラリアで働くメリットになると私は思ってます。私はすごくいいポイントだなと思ってて、なるべく手当がつく祝日、特に祝日はもう確実によっぽど旅行でその週はもういないとか、もうそれ以外は祝日はもう働かせてもらっています。その分ね消費税がガンと取られるんですけども、それでも結局プラスにはなるので、プラスになる方が大きいので、祝日その、給料形態はとっても私は大きいと思います。お給料に関してはね、やっぱそれは看護師としての、すごくいいメリットがあると私は思ってます。日本ではなかなかこんだけもらえないですし、物価がねこっちは高いので、日本は物価が安いので、多分私状況的には一緒ぐらいだと思うんですよね。なんかこっちの看護師さん、なんか結構今日本での情報とか見てたら、なんかオーストラリアは給料がいいので出稼ぎに来てるとかね、なんか言ってますけど、もらってる分出ていってますので、多分そんなになんか日本での看護師での収入とオーストラリアの看護師の収入、その値段だけで言ったらすっごい差があるんですけど、多分
出ていく金額考えたら、こっちの物価の高さとかも考えたら、私は多分同じぐらいのあれじゃないかなと思ってるんですけれども、その他のメリットが私は自分の中ではだいぶそこで差がね出てきてるので、やっぱりオーストラリアで今看護師として働いてるこの時間的な余裕とか後でまた話しますけど、ストレスもやっぱり多少は違うかなって思って、こっちでやっぱり看護師として働くようになって、私はだいぶストレスもマシなんですよね。自分のメンタル的にも落ち着いてるなって思うので、そういうねオーストラリアでのこの看護師での働き方のメリット、私は自分が思うところをちょっと挙げてみました。私の、今の職場での勤務形態ですけど、ここでの私の一番のメリットはもう夜勤がないですね。これは私の職場だからです。だからアデレードでのオーストラリアでの看護師としてのメリットとして出さなかったのは、他で病院で働いてる人はみんな夜勤をしてるからであって、決してオーストラリアだからではないので、あれですね、透析センターなどで早出と遅出だけですね。で早出は一番早い時間で朝の6時半からで、なので、その日はだいたい5時過ぎぐらいに起きて、6時前には家を出て、で6時半に始めると8時間、私は8時間拘束でやってるので2時半に終わります。なのでそのまま何もせずに帰ってくれば、もう3時には家に帰ってきてます。でそこからはもう自分の時間です。でもう一つ7時からっていうのもあって、それだったら3時に終わりますし、あと遅出は、基本12時から始まって8時に終わります。遅くなっても8時半ぐらいですね。ちょっと患者さんのことであったりとか、先生と会話しなきゃいけなかったりとかっていう、あと記録をしなきゃいけないっていうので残ったりとかして、それで遅くても8時半には大体もう終わります。基本8時に終わります。なんで、8時半か9時前にはもう絶対家帰ってます。それ遅出でもそこまで遅くないっていうのはすごくありがたいですね。でもちろん夜勤がないやりやすいです。とても。で夜勤がないから体に負担も少ないですし、もう夜勤は私はできないですね。もうできないです。でそれでもここでオーストラリアで来て一回も夜勤をしてないので、もう今更夜勤のある仕事にはもう戻れないなと思ってて、だから今のここでの働き方がやっぱり一番体に今はね合ってると思ってます。でね、最後にこれおまけなんですけど、12月限定ですけど、12月はねユニフォームを着なくても怒られないんですよ。それはなぜかというとクリスマスだからです。結構みんなも12月になったらそのクリスマス T シャツとか着てくるのが解禁になって、私もイヤリングとかクリスマス用のイヤリングをつけたり、これもあれですね、最近買ったんですけど、これで髪の毛くくっていったりとか、遊びを出しても全然こっちは大丈夫です。で患者さんも12月になったらクリスマス T シャツみんな着てきますし、結構着てくる方もいますし、楽しんでますよね。そういうの12月はフェスティブシーズンって言われてて、で何回か昔患者さんでもそのクリスマスイブとかクリスマス前直前とかに完全にサンタの格好で透析に来たりとか、だからそういうやっぱり楽しめる職場の中でもそういう楽しみ方ができるっていうのはすごくあると思います。うち同僚でも一人毎日違うクリスマスの帽子をかぶってくる方がいるんですけど、もうそれはもう毎年みんなの楽しみになってたりとかして、私も一回その帽子借りたんですよね。多分その写真があったら載せますね。そういうのとかを楽しめるっていうのは私はやっぱ好きですね。
仕事は仕事、遊びは遊び、なんか仕事場にそういうこと持ち込まないでとかっていう環境が割と多いかなと思うんですけど、なんか仕事でもそういうちゃんとクリスマスを楽しんで、ちょっと遊びも楽しんでっていう環境はすごく私はオーストラリアならではでいいなって思ってるところです。強いてデメリットを言うなら、さっきもちょっと言ったんですけど、結局看護師として働いてるのでストレスは一緒ですよね。やっぱ患者さんのその健康を管理してる、患者さんの病状を把握しなきゃいけない、何かあったその自分のなんかやり方一つで患者さんがそれこそ低血圧を起こしたり、私の場合透析なのでね、脱水症状を起こすほど水を患者さんの血液を引いてしまうっていうこともやっぱあるのでね。でやっぱ透析患者さんなので慢性疾患でやっぱりその元々の合併症をいっぱい持ってる方が多いので、基本そうですね、心臓がもともと悪い、心不全がある、何が起きてもおかしくないような方が多いので、そういう意味ではやっぱストレスは一緒ですね。基本その患者さんに対するストレス、患者さんの健康を守ってるっていう意味でのストレスは一緒です。医療現場なのでこれは変わらないですけど、その職場の中としてのその人間関係だったり、マネージメント関係だったり、職場の雰囲気だったり、さっきも言ったそのインシデントが起きてもその責め合わないっていう、そういう感じだったり、割とプラス思考なことの方が多いので、それは全然それでそのストレスの軽減にはつながっていると思います。別の意味でのストレスがない、仕事看護師としてのストレスはもちろん一緒だけど、その周りですよね、環境としてのストレスが軽減され、残業がないとかっていう、そういうのであれですけど、やっぱそのあえてデメリットとしてあげるなら、看護師として働く分のストレスは全く一緒ですっていうことですね。であとはさっきも言いましたけども、病欠は病欠で、これがやっぱりデメリットにもなってくるんですよね。なんでみんなその割と気軽に病欠は取れる。でも今日はもう病気だからいけないよっていうことは、やっぱりその日のスタッフが減るわけで、結構足りないですよね。スタッフ少人数で仕事をしなきゃいけないっていうことはもう多々あります。もうまた今日も誰か休みかっていう状況は続きます。でそういう時のためにカジュアルっていうバイトですよね、そのシフトをカバーしてくれる人がいるんですけど、その方もやっぱダメっていう感じで、もうバイトもダメ、もう今日働ける人みんなに呼びかけてダメっていう日ももちろんあるので、そうなった場合はもう少ないスタッフで働くしかないとかっていうのがあるので、そういう管理をしなきゃいけないっていうのはありますね。なのでその病欠が多い分、結局カバーも大変っていうのは、これがデメリットになってきます。であとそのもう一個メリットで言ったスタッフが割とその意見をしやすい。でこれが今度はまたデメリットにもなってくるんですよね。やっぱりみんな割と言いたい放題言うこともあるので、それを聞いてまとめてっていうのをしていかなきゃいけないかったりもするので、私、今こっちでいう性看護師のレベル1と2があるんですけど、今そのレベル2で働かせてもらってるんですね。クリニカルナースっていうんですけど、その透析センターで昇進させてもらって4年前ですね。それがもう丸4年そのレベル2で働いてるんですけど、ちょっと上のマネージメントにも首を突っ込むみたいな感じです。そのほとんどの勤務帯で、リーダーをするような役割プラス、外部の先生とかと話し合いしたりとか、情報を投げかけたりとか、コミュニケーションを取ったりする窓口にならなきゃいけなかったりとか、
そういうのがあるので、ちょっとマネジメントにも関わらなきゃいけないことがある立場でここ4年は働かせてもらってるので、そうなるとこのスタッフもちゃんと意見を言うっていうところが難しくなってくるところでもあります。で特に、なかなかオーストラリア人はスパッと言いますから、私は割とまだその環境に馴染んできてるとはいえ、まだなんかあんまりノーって言いたくない文化がね抜けにきてない、その日本人のノーって言いたくない性格がやっぱり完全に抜けきってはいないので、なかなか難しいそこをね聞いていって解決していってっていうのが難しかったりもするんですけど、それがちょっとストレスになったりもするんですけど、それもそれがね私が悩んだらマネージャーに相談しますし、自分の上の人に相談しますし、そこで解決してくれることも多いので、自分が自分だけで解決しなきゃいけないっていうことはないのでありますけど、ちょっとそれがストレスになることも最近はちょっとあるかなっていうので、1個デメリットとして挙げさせてもらいました。はい、どうでしたか？看護師としてどういうふうに私が働いてるかで、どういうメリットを感じてて、どういうデメリットを感じてて、今ここで働いてるかっていうのをちょっとまとめていきました。私も一つの病院っていうかその一つのクリニックでしか働いてないですし、私の職場は公立とはまた違って私立ですね。自分のプライベートなカンパニーで働いてますので、またちょっと勤務形態だったりそういうのは違いますけれども、総合的にね言ったらもうこっちで看護師として働き出して、私は本当に正解だったと思います。日本には帰りたいし、それはやっぱり親にも会いたいし、友達にも会いたいし、日本のご飯が恋しいし、日本の方が物価も安いし、こういうねいいものがやっぱり買えるしっていうのはありますけど、もうなんか日本にもう一度帰って私は看護師として働ける自信がございませんっていうぐらい完全にこっちに馴染んでしまいました。もうやっぱり今もこの動画撮りながら思ったのは、デメリットよりメリットの方がいっぱい出てきたんですよね。やっぱそれってそういうことだなと思って、いいと思ってる部分が多いんですよね。自分の中でもストレスですよ。よく文句言いますし、クリスに愚痴りますけど、やっぱり日本で10年経験してナースとして働いてきたことと、今ここでもう8年9年目になる、ほぼほぼ同じぐらいの期間日本とオーストラリアで働いてきて、私が思ったことはやっぱオーストラリアの方が働きやすいと私は個人的に思いました。これからねオーストラリアで看護師したいなと思ってる方とかのためにね、少しでも役立つ情報があったらと思ってます。もし何か看護師としての環境とかでこういうことが聞きたいなとか疑問になることが思ったらぜひ聞いてもらったら、私が答えれる範囲で答えていきたいと思います。それではまた次回で。バイ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 って花バイバイって花バイバイ空は空カムカムはい空もバイバイって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 サクはサクバイバイってバイ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 